母国でのコンサートを大成功に収めた BTS。彼らを困らせないためやりたいことを我慢し、新たな方法で努力したアーミーの姿も印象的でした。ファンさえも魅力的な BTS ですが、魅力的といえば、メンバーの顔や体にある、可愛かったり、セクシーなほくろや傷跡はご存知ですか？韓国では、顔にあるほくろは、シミのようにいらないものとされ、レーザーで取ってしまうことは普通のようですが、BTS メンバーは、除去はしていなく、メイクで隠されてしまうことが多いみたいです。また、傷一つないように見えるメンバーにも、幼い頃につけてしまった傷跡などがあります。今回は、気になる BTS メンバーのほくろや傷跡が、一体どこにあるのか調べてみました。肌が綺麗な BTS。BTS メンバーといえば、全員、見事にお肌が綺麗なことも知られていて、すっぴんを見ても、どこに毛穴があるのかなというくらい、きめの細かい肌をしていますよね。男性ですので、女性より毛穴が大きいのは当たり前のように思いますが、BTS は違うようでした。メンバーは、日頃から日焼け止めを塗ったり、パックをしたりとスキンケアを欠かさないことも知られています。時には、皮膚管理の病院に行くメンバーもいたりと、努力をしている結果、美肌をキープできているのではないでしょうか。特に、韓国の女性は、世界的に見ても、お肌が綺麗なことで知られていますが、皮膚管理の病院へ行ったり、パックを日常的にしたりと努力をしています。また、韓国の男性も、一般の方でさえ、日焼け止めや色付きのリップはしているというくらい美意識が高いことはご存知でしょうか。それでも、ジョングクのお肌が荒れていた時期があり、いろいろなスキンケア商品を試し、やっと自分に合うものを見つけたので、今は美肌を保っていると、プライブなどで話しています。若い頃は、ホルモンのバランスのせいで何もしていなくても、ニキビがたくさんできる時期があると思いますが、果物や種類の多いおかずをたくさん食べる習慣のある韓国では、日本より美肌になる秘訣があるように感じますね。いくつになっても、お肌が綺麗なことはいいことですし、美意識が高いところは見習いたいと思いました。顔や身体にほくろ、傷はあるの？日本では、顔や身体にほくろや傷があると、場所によって色気があったり、その人しかないものとして魅力の一つになりますよね。一方、韓国では、ほくろもシミも何もない、白い綺麗なお肌が好まれ、ほくろやシミは消してしまうのが当たり前なんです。しかし、最近では、日本のように泣きぼくろは素敵という考えが増え、泣きぼくろタトゥーをする人もいるのだとか。BTS のほくろはメイクで隠されたりしていますが、日本のアーミーは BTS のほくろが大好きな方が多いのではないでしょうか。その他にも小さい頃に作ってしまった傷跡や BTS になってからできてしまった傷など意外とたくさんあります。アーミーとしては推しのことは何でも知りたいという方がいらっしゃると思いますので、メンバーごとにまとめてみました。ジン。最初にジンですが、顔にほくろが発見されておらず、体にあるものがアーミーによって見つけられました。鎖骨のあたりに1つ、首の後ろに1つ、脇の下に1つあります。特に鎖骨のあたりにあるほくろはセクシーな感じがしますし、脇の下のほくろに関しては普段露出の少ないジンですので、発見されたこと自体が奇跡ですよね。ジンのほくろは他にも腕や右肩にもあり、肩幅の広い男らしい体ですので、これからの季節はかっこいい露出が多めの衣装を着てアーミーに全部のほくろを見せてほしいものです。顔にはほくろはなさそうでしたが、薄いものがもしかしたらあるかもしれません。体にはいくつかほくろがありましたね。シュガ。シュガは真っ白で何もないような綺麗なお肌をしていますが、実は意外とほくろがあります。鼻に2つと鼻の近くの方に1つ小さくて薄めなほくろがありました。鼻のほくろは総学的に異性トラブルに巻き込まれがちで苦労するそうで、
ちょっとかわいそうですが、世界的に人気のある BTS メンバーの一人なので、モテるのは当たり前ですし逃れようがないのかもしれません。ちなみに、BTS は鼻にほくろがあるメンバーが多いのですが、これも人気の証でもありそうですね。シュガは他にも唇の中や鎖骨付近にもほくろを持っていますが、この2つは他のメンバーでも持っている人がいました。J-HOPE のほくろは上唇にありますが、薄いのでよく見ないとわかりません。ですが、これがセクシーで、特に J-HOPE は笑うとハート口になるので、さらに魅力的な口元になることがわかります。占いでは、上唇にほくろがある人は、愛情が豊かで人に喜んでもらうことに、自分自身が喜びを感じるというところがあるそうなので、J-HOPE に当てはまったほくろであることは間違いなさそうですね。もう一つ、薄いほくろが頬にあり、メイクをバッチリしている時は見えませんが、すっぴんの時はよくわかるものです。J-HOPE のほくろは、シュガ同様、すべて薄いほくろですし、時々、皮膚管理の病院に行っているという J-HOPE なので、今後も他のメンバーよりも、シミやほくろが増えることは少なそうだなと思いました。RM の顔のほくろはたくさんありますが、おでこの上の方にあるほくろは、メイクをしていても髪型によってははっきり見えて、このほくろがセクシーだと喜ぶアーミーがいます。この他にも、顎にほくろがあり、実は3カ所ともジョングクと全く同じところにありました。ジョングクが BTS に入ったのは RM のことを尊敬してのことなので、ほくろまで一緒ということに運命を感じちゃいますし、驚きますよね。また、RM は破壊王ですが、顔や体の傷跡などは目立ったものは特になさそうでした。ただ、J-HOPE にチョコチップと呼ばれているほくろが右胸にあり、透ける衣装などを着た時や、汗をかいて衣装が透けてしまった時に、このチョコチップが見えます。RM の右胸のチョコチップは、可愛いのはもちろんセクシーですし、とにかく、アーミーにはとてもありがたいほくろでした。ジミンは首周りにほくろがいくつかありました。特にセクシーなのが鎖骨あたりのほくろですが、ジミンは首周りが大きく開いた T シャツなどをよく着ている印象があり、このほくろがまた色気を倍増させます。もう一つは顎の下にあり、さらにもう一つは首の後ろにありました。この首の後ろのほくろの近くに最近タトゥーを入れたことがアーミーにより発見されたジミンですが、入れたものは三日月のタトゥーで、ちょうどほくろが星に見える感じもします。また、傷については右目のまぶたに幼い頃に作ってしまった本当によく見ないとわからないような怪我の跡がありますが、ジミン推しの方は知っての通りだと思います。ジミンのほくろはパフォーマンス同様、すべて色気の塊のようなほくろばかりでした。テテはその彫刻のようなビジュアルに、さらに人気のある場所にほくろを保有しています。まず、目の下に一つあり、ここにほくろがある人は、とても魅力的でモテる方が多いですよね。そして、テテは、鼻の先にもほくろがあり、これも、モテる人にあるもので、異性トラブルには要注意だそうです。あとは、頬にあるほくろですが、これは、マリリン・モンローと同じところにあるそうで、人相学的に見ても、多くの人から可愛がられたり、社会的に成功しやすいという意味を持つのだとか。体にあるものは、アーミーおなじみの右腕にある2つのほくろですが、これを使ってよく増産を作ってくれますよね。ほくろを使って増産を作ってくれるテテが無邪気すぎて、さらに沼に落ちてしまうことだと思います。ジョングクの足にも2つほくろがあり、このほくろを使い、テテが増産を作ってくれたこともありました。他のメンバーもそうですが、特にテテのほくろはすべていいところにあり、まさにスターになるべく生まれてきた人なんだなと感じます。ジョングク。最後にジョングクですが、顔にあるほくろは
全部 RM と同じ場所にあることは有名ですし、首にあるほくろも実は同じところにあります。また、テテに唇の下のほくろが刺激してくると言われたように、唇の下に目立つほくろがあり、どれもチョングクの色気を倍増させ魅力的にしてくれますよね。傷については、腕の左側に傷跡がありますが、これは、アイニーズの MV で火を使うシーンを撮影している時に、火傷を負ってしまったとのことです。結構目立つ傷跡なので気になってしまいますよね。アイドルが、撮影中に、体に怪我を負うということは、日本ではあまり聞かないと思いますし、今後は、このようなことがないように、スタッフの方も気をつけてもらいたいものです。顔の方にも目立つ傷がありますが、これは幼い頃にお兄さんとパソコンの取り合いになってできてしまったものでした。完璧すぎる綺麗な顔のジョングクですが、目立つ傷があり、それは兄弟喧嘩でできたものというエピソードにはほっこりしますね。まとめ、いかがでしたでしょうか？小さいほくろでも意外と写真に写っていたり、メンバーをさらに魅力的にさせるほどいい位置にほくろがあったりと、アーミーの皆さんはさらにドキドキしてしまったのではないでしょうか。また、傷に関しては、メンバーは男性ですので、もしかしたら気にもしていないかもしれませんが、これからも撮影やライブなどで怪我などしないかと心配してしまいますよね。スタッフの方にもより注意をしていただきたいと思いました。ほくろ一つでキュンとさせてくれる BTS メンバーは本当に尊いですね。